皆さんこんにちは。持田あかりです。今日はフリフリのバケットハットの編み方をご紹介します。フリフリが華やかでとても可愛い帽子です。この作品はどんな毛糸でもお好きな毛糸で編むことができます。また好きなサイズに編めるので、子供から大人までお揃いに編むことができます。ぜひお好きな毛糸で自分にぴったりな帽子を編んでみてください。それではスタート。まずはこの作品で使う編み方です。画面をご確認ください。それぞれの編み方は動画の中で説明していますので、編んだことがない編み方があっても安心してチャレンジしてみてください。次に出来上がりサイズです。私が編んだものはこのようなサイズに仕上がりました。この作品は好きなサイズにアレンジして編むことができます。やり方は動画の中で説明していきます。こちらは私が使用した毛糸の種類と使用した毛糸の量です。この作品はお好きな毛糸で編むことができます。並太ぐらいの太さの毛糸で編むと、このサンプルと同じような雰囲気に仕上がります。もっと細い糸やもっと太い糸を使うと、フリフリの部分のボリュームが変わってきます。調整の方法は動画の中で説明していきます。次に必要な道具です。必要な道具はかぎ針、ハサミ、とじ針、マーカーです。かぎ針は使用する毛糸に合った太さのものを使用してください。私は7号 4mm を使用しました。この作品の大まかな作り方を説明します。まずトップを編みます。これは帽子のてっぺんの部分で丸い円に編みます。クラウンを編みます。ブリムを編みます。最後に顎紐を編んで縫い付けます。編み始める前に頭のサイズに合わせたサイズ調整の方法を説明します。1、サイズを測る。まずは頭のサイズを測ってください。2、計算する。頭のサイズ割る 3.14 を計算します。これがトップの直径になります。3、トップの大きさを調整。2で計算した大きさになるまでトップを編みます。トップの大きさを調整する方法は動画の中で説明していきます。この部分だけを計算しておけば、その他の部分は編みながら調節できます。調節できる箇所は動画の中でお知らせしていきますので、動画に従って編んでいってください。それでは早速編み始めましょう。それではトップの部分を編んでいきます。トップの部分は計算した希望の直径になるまで編んでください。では輪の作り目をします。左手の2本の指に2回毛糸を巻きつけます。一度右手に持ち替えて、毛糸玉につながっている糸を左手にかけます。輪の部分を左手の親指と中指で挟んで持ちます。かぎ針を持ってきて輪の中に入れます。かぎ針の背中で指にかかっている毛糸を押すようにして針に糸をかけ、輪の中から引き出します。もう一度針に糸をかけ、ループの中から引き抜きます。糸を引っ張り引き締めます。これで輪の作り目ができました。
立ち上がりの鎖編みを2回編みます。鎖編みの編み方は、針に糸をかけてループから引き抜く。これが鎖編みです。もう一度編みます。立ち上がりの鎖編み2回を編みました。ここから長編みを編んでいきます。一般的には長編みを編む場合、立ち上がりの鎖編みは3回編んで、その鎖編み3目を最初の1目とカウントして編んでいくのですが、今回は変則的に立ち上がりの鎖編みは2回にして、この鎖編み2目は目の数には数えず無視して編んでいきます。ですので次に編む長編みが最初の1目となります。長編みを12回編みます。長編みの編み方は、針に糸をかけて輪の中に針を入れます。針に糸をかけて輪の中から引き出します。針に3本糸がかかっている状態になりました。針に糸をかけて3本のうち2本のループを引き抜きます。針に糸をかけて残った2本のループを引き抜きます。これが長編みです。最初の長編みを編んだらマーカーをつけておきます。マーカーはこのようにかぎ針の一番近くにある V 字のように見える部分につけておいてください。残り11回長編みを編みます。針に糸をかけて輪の中に針を入れます。針に糸をかけて引き出します。針に糸をかけて3本のうち2本のループを引き抜きます。針に糸をかけて残った2本のループも引き抜きます。全部で12回長編みを編んでください。12回長編みを編み終わりました。最後に編んだ目にもマーカーをつけておくと間違いにくくなります。真ん中の輪を引き締めます。針にかかっている糸を少し引き出してかぎ針を抜いておきます。あらかじめ目を寄せておくと引き締めやすくなります。目を寄せました。糸端を引っ張ると真ん中の2本の毛糸のうちどちらか1本が小さくなっていきます。真ん中の部分に注目しながら少しずつ引っ張ってください。小さくなった方の糸をさらに引っ張ります。この部分をしっかり引き締めておかないと後で真ん中が緩んできてしまうので、毛糸がちぎれない程度に強めに引っ張ってください。十分引っ張ったら
もう一度糸端を引っ張ります。これで真ん中の輪を引き締めることができました。かぎ針を戻します。糸を引いて輪を小さくします。この時、糸を引いた時に動く毛糸が針の手前に来るようにしておいてください。最初の目に引き抜き編みをします。最初の目にマーカーをつけてありますので、このマーカーのところに針を刺して引き抜き編みをします。場所を覚えておいてマーカーを外します。マーカーがついていたのと同じ場所に針を入れます。針に糸をかけて、すべてのループから引き抜きます。これが引き抜き編みです。1段目が編めました。2段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを2回編みます。長編み2目編み入れるを12回編みます。長編み2目編み入れるというのは1箇所に2回長編みを編むことです。一番最初に編むのは前の段の終わりで引き抜き編みをした時針を入れたのと同じ場所です。立ち上がりの鎖編みの根元の部分です。まずは長編みを編みます。最初に編んだ目にマーカーをつけておくのを忘れないようにしてください。長編み2目編み入れるなので、同じ場所に針を入れてもう一度長編みを編みます。1箇所に2回長編みを編みました。これが長編み2目編み入れるです。これを全部で12回編んでいきます。次の目にも同じように長編みを2回編みます。1つの目に2回ずつ長編みを編んでいきます。一番最後の目にはマーカーをつけてあるので、マーカーがついている目に最後の長編み2目編み入れるを編みます。これで12回長編み2目編み入れるが編めました。最後に編んだ目にはマーカーをつけておきます。最初に編んだ目に引き抜き編みをします。マーカーが通っていたのと同じところに針を入れて、糸をかけて、すべてのループを引き抜きます。これで2段目が編めました。3段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを2回編みます。長編み1回、長編み2目編み入れる1回のセットを12回繰り返し編んでいきます。最初は長編みです。一番最初の目は前の段で引き抜き編みをした時、針を入れたところに針を入れて編んでいきます。最初の目を編んだらマーカーをつけておきます。
長編み1回が編めたので、次は長編み2目編み入れるです。1つの目に2回長編みを編みます。これで長編み1回、長編み2目編み入れる1回のセットが編めました。これと同じものをあと11回、全部で12回編んでいきます。次の目は長編みです。その次の目は長編み2目編み入れる。これでまた1セット編めました。これを繰り返して段の終わりまで編んでいきます。一番最後の目は長編み2目編み入れるになります。最後に編んだ目にマーカーをつけておいてください。段の最初に編んだ目に引き抜き編みをします。これで3段目が編めました。4段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを2回編みます。長編み1回、長編み2目編み入れる1回、長編み1回のセットを12回繰り返し編みます。最初に編むのは前の段で引き抜き編みをした時針を入れたのと同じ場所です。まず長編みを1回編みます。段の最初の目にはマーカーをつけておいてください。長編み1回が編めたので、次の目は長編み2目編み入れるです。その次の目は長編み1回です。これで長編み1回、長編み2目編み入れる1回、長編み1回のセットが編めました。これと同じものを残り11回、全部で12回編んでいきます。次は長編みを1回、その次は長編み2目編み入れる。そして長編みを1回。これでまた1セット編めました。これを段の終わりまで繰り返していきます。最後の目は長編みです。段の最後の目にマーカーをつけておいてください。最初に編んだ目に引き抜き編みをします。これで4段目が編めました。5段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを2回編みます。長編み3回、長編み2目編み入れる1回のセットを12回繰り返し編みます。まずは長編みを3回編みます。最初の目は前の段で引き抜き編みをしたところに編んでください。段の始まりの目にマーカーをつけておきます。今1回長編みを編んだので、あと2回長編みを編みます。次の目に長編み、その次の目にも長編みです。
これで長編み3回が編めました。次の目に長編み2目編み入れるです。これで長編み3回、長編み2目編み入れる1回のセットが編めました。これと同じものをあと11回、全部で12回繰り返し編んでください。まずは長編みを3回です。次の目に長編み、その次の目にも長編み、その次の目にも長編み。これで長編み3回です。そしてその次の目に長編み2目編み入れるを編みます。これで長編み3回、長編み2目編み入れる1回が編めました。全部で12回このセットを繰り返して段の終わりまで編んでいきます。最後の目は長編み2目編み入れるです。段の最後に編んだ目にマーカーをつけておいてください。最初の目に引き抜き編みをします。これで5段目が編めました。6段目からの編み方はこの次の画面に出しておきますので、希望の直径になるまで円を編んでいってください。もし今の段階ではまだ希望の直径には届かないが、もう一段編んだら大きくなりすぎてしまいそうという場合には、編み方をアレンジして編む方法があります。タイムスタンプからジャンプしてご覧ください。もう一段編んだら大きくなりすぎそうな時のアレンジ方法を説明します。このチャートに数字を当てはめていくと、どのように編んだら良いかがわかります。今8段目まで編み終わったところだとして、実際に数字を入れていってみます。まず今は8段目まで編み終わっているので、ここは 8×12 をして今の目の数は96目です。そのまま数字をこちらにも書きます。96÷6 は16です。そのまま数字をこちらにも書きます。16-1 は15です。そしてこの数字をこのままこちらにも書きます。これで文章パターンができました。次の段はこの文章の通りに編んでください。またこのアレンジをして編んだ場合、トップの直径と帽子のサイズは関係なくなってしまうので、アレンジした段を編んだ後の直径は測らなくても大丈夫です。そのままクラウンへ進みます。毛糸が終わってしまって新しい毛糸をつなぎたい時のやり方を説明します。やり方は2種類あります。毛糸同士を結ぶ方法と、編んでいる途中で新しい毛糸に変える方法です。毛糸同士を結ぶ方法はやり方を説明した動画がありますので、そちらをご覧ください。では編んでいる途中で毛糸を変える方法を紹介します。長編みの途中で毛糸を変えていきます。針に糸をかけて編み地に針を入れます。糸をかけて引き出します。糸をかけて
3本のうち2本のループを引き抜きます。もう一度針に糸をかけて2本のループを引き抜いたら長編みが完成しますが、ここで止めておきます。糸端を右手で押さえておき、新しい毛糸を持ってきます。新しい毛糸の糸端は10センチぐらい残るようにしておいてください。左手で終わってしまう毛糸の糸端と新しい毛糸の糸端と編み地すべてを挟んで持っておきます。針に糸をかけて2本のループを引き抜き、長編みを完成させます。糸端を引っ張って目が緩まないようにしておきます。これで新しい糸に変えることができました。この2本の糸端はすべて編み終わった後にとじ針を使って糸始末してもいいですし、余裕があればこの後編みくるんでおくと糸始末をしなくて済むので後が楽になります。編みくるむやり方は、編み地に針を入れた時、編みくるみたい糸端をかぎ針の上に乗せておく、これだけです。針の上に糸端を乗せた状態で編んでいくと、編み地の中に糸端が入っていきます。だいたい5センチぐらい編みくるんでいって、残った糸はカットすれば OK です。次の目を編む時も、編み地に針を入れた時、糸端をかぎ針の上に乗せておきます。5センチぐらい編みくるんで、残った糸をカットしてください。希望の直径まで編むことができたらトップは完成です。クラウンへ進みます。クラウンを編みます。立ち上がりの鎖編みを2回編みます。すべての目に長編みを編んでいきます。最初の目は前の段で引き抜き編みをしたところに編みます。最初の目にはマーカーをつけておいてください。ここからは段の終わりまで一つの目に1回ずつ長編みを編んでいきます。最後に編むのは前の段でマーカーをつけてある目です。段の最後の目にまたマーカーをつけておきます。最初に編んだ目に引き抜き編みをします。これでクラウンの1段目が編めました。1段目と同じ編み方を繰り返して好きな長さになるまでクラウンを編んでいってください。途中で試着をしてみて大きさが大きすぎたり小さすぎたりしないか確認をしておくのがおすすめです。もしサイズが合わなかった場合はトップの部分まで戻ってトップの段数を調節してちょうどいい大きさになるように編んでいってください。編んでいる時、自分の方に向いている面が帽子の外側になります。最初はこのように内側に丸まりやすいと思いますが、
外側に来るように帽子の形を整えながら編んでいってください。十分な長さまでクラウンを編みました。ブリムの1段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを2回編みます。長編み1回、長編み2目編み入れる1回のセットを段の終わりまで繰り返し編んでいきます。最初の目は前の段で引き抜き編みをしたところに編みます。まず長編みを1回、段の最初の目にはマーカーをつけておきます。次の目に長編み2目編み入れる、これで1セット編めました。これと同じものを段の終わりまで編んでいきます。次の目は長編み、次の目は長編み2目編み入れるです。段の終わりまでこれを繰り返してください。最後の目は長編み2目編み入れるです。最後に編んだ目にマーカーをつけておきます。最初に編んだ目に引き抜き編みをします。ブリムの1段目が編めました。ブリムの1段目が編めました。まだフリフリした感じにはなっていないですが、これで大丈夫です。2段目に進みます。ブリムの2段目を編みます。2段目も1段目と同じ編み方で編んでいきます。立ち上がりの鎖編みを2目編んで、長編み1回と長編み2目編み入れる1回を繰り返していきます。最初は引き抜き編みをした目に長編みを編んで、最初に編んだ目にマーカーをつけておきます。次の目は長編み2目編み入れるです。これを段の終わりまで繰り返します。長編み、長編み2目編み入れる、これを段の終わりまで編んでください。最後の目は長編み2目編み入れるになります。最後に編んだ目にマーカーをつけておきます。最初の目に引き抜き編みをします。これでブリムの2段目が編めました。ブリムの2段目まで編み終わったところです。2段目まで編むとフリフリした感じが出てきます。どれぐらいフリフリした感じになるかは、使っている毛糸の太さや編んでいる時の力加減によって変わることがありますので、もしもっとフリフリさせたいという場合は、もう一段同じ編み方を繰り返して目の数を増やしてください。私はこれぐらいでいいかなと思うので、この先に進みます。ブリムのフリフリ具合がちょうど良くなったら、ここからは目の数を変えずに全ての目に長編みを編んでいきます。まずは立ち上がりの鎖編みを2回編んで、最初に編むのは前の段で引き抜き編みをしたところです。
最初に編んだ目にマーカーをつけておきます。ここからはすべての目に1回ずつ長編みを編んでいけば OK です。一番最後に編む目はマーカーがついている目です。この目にも長編みを1回編みます。最初に編んだ目に引き抜き編みをします。これでブリムの3段目が編めました。ブリムの3段目を編み終わったところです。あとは3段目と同じ編み方を繰り返してお好きな長さになるまでブリムを編んでいってください。最後の部分の編み終わり方はこの後の動画で説明します。ちょうどいい長さまでブリムを編めました。一番最後の部分の閉じ方を説明します。では一番最後の長編みを編みます。マーカーがついているところに最後の目を編んでください。これまではすべての目に長編みを編んだ後、最初の目に引き抜き編みをしていましたが、引き抜き編みはせず、とじ針を使って最後を閉じていきます。針にかかっている糸を10センチから15センチほど引き出してカットします。糸端をとじ針に通します。糸端をとじ針に通しました。それでは最後の部分を閉じていきます。まずはマーカーがついている一番最初に編んだ目に針を入れます。かぎ針を入れるのと同じ要領で横から針を入れて V 字の下に針を入れます。場所が分かったらマーカーは外してしまって大丈夫です。針を通して糸を引きます。次に一番最後に編んだ長編みの頭の部分に上から針を入れます。ちょうどこの糸が出ているのと同じところに針を入れれば OK です。この時に裏側のこの部分の毛糸にも針を入れておくのがおすすめです。最後に編んだ長編みの頭に針を入れて糸を引きます。こうすると最初と最後がきれいにつながります。残った糸は裏面に糸始末します。編み地を裏面に返したら適当なところに針を刺して糸端を編み地の中に入れていきます。5センチぐらい編み地の中に入れば OK です。余った毛糸はカットします。これで最後の部分がきれいにつながりました。毛糸をつないだところや
一番最初の編み始めのところにも糸端が出ていると思うので、同じ要領でとじ針に通して適当な場所に糸端を入れて糸始末してください。糸始末ができたら帽子の本体は完成です。顎紐を編みます。まずはお好きな長さまで作り目の鎖編みを編みます。この部分の毛糸をかぎ針で押すようにしてぐるっと針を回転させます。クロスした部分を左手で挟んで持ち、針に糸をかけてループから引き抜きます。糸を引き締めます。これで最初の結び目ができました。ここから好きな長さになるまで鎖編みを編んでいきます。作り目の鎖編みはきつくなりすぎないようゆったりめに編んでください。顎紐は左右で2本同じ長さのものを編みますので、何回鎖編みを編んだかメモしておくのがおすすめです。70回鎖編みを編みました。一番最後に編んだ鎖編みにマーカーをつけておきます。マーカーをつけました。立ち上がりの鎖編みを2回編んで長編みを編んでいきます。立ち上がりの鎖編みを2回編みます。今回もこの鎖編み2目は目の数にはカウントしません。すべての鎖編みに長編みを編んでいきます。一番最初に編むのはかぎ針から3つ目の鎖。先ほどマーカーをつけたこの鎖編みになります。編む場所は鎖編みの裏山か鎖編みの半目に編んでいきます。やりやすい方でどちらでも構いません。裏山に編む場合は鎖編みをひっくり返してマーカーが通っているのと同じところに針を入れて編んでいきます。この場所を覚えておいてマーカーを外します。マーカーがついていたのと同じ裏山に針を入れて長編みを編みます。次の目からも同じように鎖編みの裏山に針を入れて一番端の鎖編みまですべての鎖に長編みを編んでいきます。次に鎖編みの半目に編んでいく方法です。最初に編むのはマーカーがついている目です。マーカーがついている目を覚えておいてマーカーを外します。鎖編みの V 字の真ん中に針を入れて1本だけ針にかかるようにして長編みを編みます。糸が引っ張られて穴が開いたように見えますが、編んでいけば落ち着いてくるのでこのままで問題ありません。次の目からも同じように鎖編みの V 字の真ん中に針を入れて1本だけが針にかかるようにして長編みを編んでいきます。これを繰り返して一番端の鎖編みまですべての鎖に長編みを編んでいきます。一番端の鎖まで長編みを編み終わりました。最後の部分が緩まないように鎖編みを1回編んでから糸を切ります。
鎖編みを1回編んで、針にかかっている糸を20センチぐらい引き出してカットします。糸をカットしたら糸端を引っ張って、最後に編んだ鎖編みが小さくなるようにしておきます。これで顎ひもが1本できました。20センチ残した糸端をとじ針に通して帽子の本体に縫い付けていきます。糸端をとじ針に通しました。これは帽子の裏側です。お好きな位置に縫い付けていきます。だいたいクラウンの最後の段あたりに縫い付けると良いと思います。縫い方に特に決まりはありませんので、本体と顎ひもの部分にバランスよく縫い付けていってください。縫い付けられたら、この糸は戻るような感じで糸始末します。余った糸はカットします。反対側の糸端も糸始末をしておいてください。もう一本同じように顎ひもを編んで縫い付けたら完成です。顎ひもの部分がカールしてしまったりねじれてしまう場合は、スチームアイロンかスチーマーでスチームだけを当てて形を整えるのがおすすめです。2本顎ひもをつけられたら完成です。お疲れ様でした。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。これからも編み物に関する動画をたくさんアップしていく予定ですので、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。またねー。